J-Wave Across the Sky をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの角野隼人です。東京建物 Music of the Spheres、 宇宙には人には聞こえない音楽がある。このコーナーはニューヨークを拠点に活動する僕角野隼人が音楽を通した様々な出会いを語るひとときをお送りしています。今回は韓国からお届けしています。ソロリサイタルツアー中でして、韓国で、ソウルから始まり、デグ、プサン、そしてウルサンでのコンサートという感じで回らせていただいておりますけれども、ソウルはソウルアーツセンターという、去年もやらせていただいたところで、とっても柔らかな響きがして僕は好きなんですけど、でデグ、そしてプサンはなんと2ヶ月前にオープンしたばかりのコンサートというところで、とてもモダンなコンサートホールでございました。韓国公演でいつもびっくりするのは、ダントツで他の国よりも10代とか20代とか若いお客さんが多いんですね。僕のお客さんのことしか分かんないので、他のクラシックのコンサートは分かんないんですけど、でもこういう風に若い世代がクラシックに関心を持ってくれるのはとても嬉しいなと思いながら、いつもコンサートをやっておりますけれども、もう韓国に来るのは、韓国でコンサートするのは4年目ぐらいなんですけど、毎回すごく盛り上がってくれて、今回ソウル公演が終わった後に楽屋に戻ったら、スタッフの方に少女時代のソヒョンが楽屋挨拶にいらしてますって言われて、ってびっくりしてしまって、僕も何も知らなかったし、なんならお会いしたこともないし、でそんなこと想像もしてませんし、それで今すぐそこに挨拶にいらしてますと、ね、少女時代といえばもう中高時代に、にわかでは明らかににわかではあるんですけど、何曲かは好きな曲があってよく聴いてましたから、まさかこんなところで会えるとは、お会いできるとはという感じで、急だったんで、もうなんて言っていいかも分からずミスタータクシーとかめっちゃ聞いてましたとか言って、多分1000回ぐらい言われたようなことしか言えなかったんですけど、いやでもテンション上がりましたね。招待とかしたわけでもなく、普通にお客さんとして来てくれるっていうね、なんかどうやらクラシック音楽が好きみたいです。びっくりしましたね。コンサートの後って結構夜遅くなるんで、ご飯を簡単に済ませる場合とかも多いんですけど、韓国のキンパってあるじゃないですか。あれ本当に最強だなと思って、要はキンパって日本でいう太巻きなわけですけど、ポイントは太巻きよりもなんて言うんでしょう、幅広い具材が使われているところですね。その太巻きだと大体具材はいつも一緒ですけど、キンパの場合は野菜と魚と、あるいは肉と卵とでご飯とで、気持ちご飯と具材の割合が太巻きよりもキンパの方が具材よりですかね。つまり何が言いたいかというと、主食と主菜と副菜が全部その巻物の中に詰まっていて、かつ、短時間でパッとつまめてお腹いっぱいになれて、そして美味しいっていう、コンサート後の栄養補給としてマジで最強だなと思って、で練習の合間とかでも食べやすいし、何しろ、具材もいろいろな種類があるから飽きないんですね。こんなに最強な食べ物があっていいのかというか、僕はキンパの何なんだという感じですけど、いやもうそれぐらいちょっと毎日キンパを最近食べております。それではここで一曲お送りします。ザ・ジャズでキンパ。はい、引き続き韓国から
お送りしております。海外ツアーをしている時の難しいところというのはやっぱり練習場所の確保でして、ピアノは持ち歩けないですからね、やっぱりつどつどその行った先々で練習場所を見つけないといけないんですけど、コンサートがある時にその前後の日にその会場で練習させてもらえるということはしばしばあるんですけれども、今回韓国ではそれがあんまりできず、こう行く先々でなんか街のピアノ教室みたいなところに行って練習してまして、ソウルだとなんかそういう練習場所というのはたくさんあるんですけど、こうテグとかプサンとかに行くとそんなには多くないで、今ウルサンというところにいますけど、そうすると小さななんかピアノ教室というか、本当に狭い一室が狭い部屋で仕切られているような場所でショパンを練習していたんですね。そしたらこう外から誰かが入ってきてふっと見ると、なんか真面目そうな学生がこう僕に話しかけてきて、多分高校生くらいだと思うんですけど、なんか飴をくれてね、塩トマト飴をくれて、でそれでなんか韓国語で話しかけてくれたんですけど、僕はそんなには喋れないんで片言で話していて、自分のことは多分ピアニストだと分かっている様子もなくて、多分そのピアノ教室に通っている生徒か何かだと思われたのかなと思いながら、ここにはよく来るんですかみたいなことを聞かれて、いや初めて来るんですみたいな、ちょっと韓国語で簡単な会話をして、ででもなんか僕が弾いていた曲に興味を持ってる様子だったので、今ショパンのこれはショパンのピアノコンチェルト2番という曲ですよみたいな話もして、ちょっと簡単な会話をして、でその後お互い練習頑張りましょうみたいな感じですぐ会話は終わったんですけど、なんかちょっとこう久々に自分が学生に戻ったような気持ちになって味わったような気がして、くすぐったい気持ちになりましたね。そんな感じで各町の練習場所を転々とした生活を送っている私ですが、明日久しぶりに日本に帰りますね。2ヶ月半ぶりくらいですかね。なのでジブリパークでのコンサートがありまして、なので帰国後すぐ初めてジブリパークを訪れて、でそこでコンサートをさせてもらえるということでとても楽しみです。実はこのオンエアの日がこの愛・地球博記念公演、ジブリパーク風に乗せて2025というコンサートが開催されます。こちらもとても楽しみです。それではそんなジブリとは全く関係のないですが一曲お送りします。シオクローカーエステルカサオーバーオーでワンピロー。住野隼人がお届けしてきました東京建物 Music of the Spheres、 そろそろ時間となってしまいました。最後にお知らせです。住野隼人ピアノリサイタルクラシックアリーナ11月29日 K アリーナ横浜にて開催です。そして東京建物 Music of the Spheres ではオリジナルロゴ入りノートを毎週5名の方にプレゼントしています。Across the Sky のウェブサイト右上バナーのメッセージ to Studio からノート希望と書いてご応募ください。それでは引き続き小川沙羅さんナビゲートの J-Wave Across the Sky でお楽しみください。来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでは住野隼人でした。